皆さんこんばんは。こんばんは。ビジネスブレイクスルー大学学長の大前健一です。今日はですね、福島第一原発からあの事故から何を学ぶかということについて、つい今しがた、細野原発担当大臣と、共同記者会見をやってまいりました。でその中で、サマリープレスリリースのサマリーを申し上げて、細野大臣からもこの経緯というものをご説明いただいたんですけれども、今日はこの場を借りてですね、レポートそのもの、最終報告のレポートそのものについて、皆さんに全編をご報告したいと、このように思っております。でまたこの放送についてはですね、ビジネスブレイクスルーのスタジオで撮っておりますけれども、同時にユーストリーム配信をし、かつまた、この後ですね、YouTube にアップをする予定です。それから説明に使う資料について、すなわちそのサマリーとそれから全報告書については、後ほどご説明いたしますサイトで皆さんがダウンロードして、見れるように、PDF のファイルでダウンロードして見れるように、このような計画でやる予定になっております。で今回、実はビジネスブレイクスルーご覧の方は、よくご存知と思いますけれども、原発事故の後ですね、3月11日の後12日、そしてまた19日の私が毎週日曜日、ライブで、伝えておりますその放送の内容をですね、YouTube にアップいたしまして、全国250万人ぐらいの方がそのサイトに来て、ご覧いただいた。で、当時は何が起こってんだろうということを皆さん非常に心配し、かつまた本当に政府が発表していることっていうのは正しいのかどうかと。こういうことで、疑問を持った方も、あるいは不安を持った方も少なくなかったというふうに思います。でその後ですね、やはりどうも私の考えでは、政府は本当のことを国民に伝えてないんではないかということでですね、日本復興計画というような本を出版したり、私としてはこういうふうに考えているということを伝えるという努力をしてきました。でそういった中でですね、当時首相補佐官として、原発の事故再発防止を担当しておられた細野首相補佐官、にですねお会いする機会があったので、このままいくと来年の春には原子力発電所が全部止まってしまって再稼働難しいし、またストレステストとかそういうふうなことでですね、やってもなかなか国民の理解は得られないんではないかと。むしろその福島で何が起こったのかということを開示して、この再発防止するにはこういうことをする必要があるんではないかと。仮にそういうものが出てくればですね、住民あるいは国民の皆さんの、理解も得られるかもしれないと。コンピューターのシミュレーションでストレステストをやって、いや大丈夫ですと言って、福島のことについて言及しないで何人の人が賛成してくれるか、これはかなり問題があるんじゃないでしょうか。でついてはですね、私も原子力関係で友人はいますけれども、この今回の事故の状況をよく知っている人、具体的に言いますと東京電力、日立、東芝、沸騰水型の原子炉を作っている、そういったところの第一線のですね、人、また福島の事故の、処理にも当たっている、また分析にも当たっている、そういう人に対するアクセスを、してくださいと。で私がそういうふうな人々にアクセスができた場合には、直接ですね、いろいろと作業させていただいて、そして、3ヶ月ぐらいでこれをまとめると、こういう作業をいたしますと。でただし私は政府の依頼でやるんではなくて、言ってみると押しかけ、
私の方はやっぱこのままいくとですね、かなり日本はきついことになる、産業界にとっても大変なことになるというふうに思いましたので、納得がいくかどうか自分なりにその分析をさせてもらいたいと。こういうことをお願いしたんですね。で、その後補佐官は、原子力担当の大臣になられて、そういうことであれば、分析してくださいということで、直接頼まれました。で、私はこれはですね、完全にボランティアとしてやるので、政府から一切お金ももらわずにですね、私としてはですね、自分が納得するような分析をして、お届けしたいと。このように申し上げて、スタートをしました。で、人材的にもですね、東電あるいは日立、GE ニュークリアですね、それから東芝の、第一線で活躍しておられる方々を、に対するアクセスをですね、作っていただいて、作業夏の間をですね、ずっと3ヶ月やってまいったと。で、今日その最終報告ができたので、細野大臣の方に説明というかその報告書を提出する。で、今までにも何回か大臣とはですね、中間の報告をさせていただいて、これに関しては全く私の責任で、プロジェクトマネージャーとしての私の総括責任の下でやっている、そういう意味では大前健一の個人的なですね、見解も含めて、レポートをまとめさせていただいたと、こういう正し書きです。ただ私はですね、いろいろと他にも仕事しておりますので、このプロジェクトのマネジメントをするプロジェクトマネジメントのエキスパートとしてですね、柴田巌さん、今日ご紹介します柴田巌さんにフルタイムでこの間取り組んでいただくと。で、そのようなチーム、実は2名なんですけれども、2名のフルタイムのチームと、私の方でですね、作業しながら、適宜その総勢11名なんですけれども、そういうチームに集まってもらって、そして、いろいろと質問をする、データを出してもらう、さらに作業する、こういうふうなことを続けて、今日最終報告に至ったと、こういうことです。で、これは細野さん的に言いますとセカンドオピニオン、要するに政府が正式に発注しているものではない、あくまでもセカンドオピニオンということですけれども、私はそれで結構ですと。で、もちろん私も政府から依頼されてやっていきますと、政府の期待値に沿うようなリポートを書かなきゃいけないと、これは私の本意でもないわけで、あくまでも第三者としての私の立場から見るとこのように見えますと、こういうことでですね、作業をやりました。で、またこれは全作業は秘密で行っていただきたいと。と言いますのは、作業をやってるということになりますと、いろいろなところからいろいろなプレッシャーがかかってくるということを恐れましたので、全て秘密裏でお願いしますと、こういうことであります。で、幸い今日、先ほど最終報告を、大臣にお渡しするまで、本件については一般に知られることもなくですね、無事に終わったと。で、今日の記者会見ではですね、おそらくマスコミの人々も含めて、なんでそんなこと言ってくれなかったのかという人が、そういう思いを持った人がいたかもしれませんけれども、途中でいろいろとですね、圧力をかけられたり、いろんな意見を言われたりということになると、作業をまとめるのが大変になるという思いがありましたので、基本的にはこれは秘密でお願いしますと。で、今日まとまった以上はもう秘密ではありませんし、私の方で、この今皆さんご覧いただいている最終報告書全部ご説明いたします。で、それをこの放送が終わった後 YouTube にアップする。そして、今日使う資料は、つまり最終報告書とサマリーは全て、BPT のサイト、後ほどご案内するサイトの方でですね、直接見ていただける。
で従いまして今日のですね、深夜を過ぎた時にはですね、この情報が全ての国民の人がアクセスできる状態になっていると、こういうふうなことをですね、私としては今日の記者会見で申し上げました。ということで、これからですね、プロジェクトの最終報告書の解説と、それからサマリーとしてですね、以上をまとめるとどういうことが言えるのかということについてお話をさせていただきたいと思います。じゃあ柴田巌さんの方からですね、このプロジェクトの報告書について説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のプロジェクトの事務局を担当させていただきました柴田巌でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速プロジェクトでの報告内容につきまして、ご説明を開始させていただきたいと思っております。資料に関しましては約200ページの前編の資料と、それからそのサマリーとなっております40ページ弱の資料と、それからそのバックデータとして各プラント、原子力発電所のプラントがどういう水位でどういう事象が起きていたのか、また電源がどういう状態だったのかというようなことにつきましてまとめたものなどで構成されております。で、今からその前編のものに関しましてだいたい60分ぐらいの時間をいただいて、順を追って3月11日から福島第一、それから第二、女川、そして東海第二と、こういった原子力発電所で発生した事実、これにつきまして可能な限りご説明させていただきたいと思っております。まずプロジェクトの目的でございますが、先ほど大前さんの方からご説明ございましたが、大きく3つを考えてスタートをいたしました。まず1点目が地震、津波、そしてその後の原子力発電所において発生した事実、これを丹念に洗い出しまして、今後我々が共有すべき事実、課題、教訓、こういったものを抽出すると、これが1点目です。それから2点目があまりにも事実関係が把握されない中で原子力発電所の再稼働の是非、これが感情論であったりオール・オア・ナッシングといったような形でのコミュニケーションしか取られておりませんので、再稼働の可否判断に必要となる科学的、技術的、論理的な枠組みを提供すると、これが2点目です。それから3点目に民間の中立的なプロジェクトとして客観的に分析をしてまいりますので、これらの知見に関しては IAEA などの国際的に中立であり国際的信用に足る機関からのコンセンサスを得られる内容にしていこうと、こういう目的でスタートいたしております。スケジュールの大きな構成に関しましては3ヶ月ごとの3つのフェーズで構成いたしておりまして、今回は第1フェーズが終了したという形です。まずは巷では保安院または EU のストレステストというふうに言われておりましたので、国際的なテスト項目を作成していくと。この今の資料の一番左下の黄色のフェーズですね、これがちょうど終わったところです。で、今後第2フェーズ第3フェーズとテストの実施または対策の実施というようなステップを踏んで、来年の春または夏には再稼働すべきものは再稼働するというような是非判断と対策が講じられるというようなスピード感でやっていこうという形でスタートいたしております。作業のステップに関しましてはこの画面の下半分のところに大枠がございます。あくまでも事実から積み上げていくというステップを踏みましたので、まずは情報収集、そして福島第一第二などの発電所で発生した事実関係を時系列で追っていくと、クロノロジーですね。それからそこから得られる教訓、対策の整理、そして現行の政府やいろいろな公式な機関が行おうとしているテスト、この調査、こういったものをいたしました。そしてそれらを分析した上で
なぜああいった大事故になったのか、その原因は何だったのか、そして因果関係がどこにあったのかと、こういったことを分析いたしまして、再発防止に向けた、それから再稼働にロジカルに議論をできるようなテストのフレームワークを導き出すと、こういうステップでございます。プロジェクトの体制につきましては、先ほど大前さんの方からご説明ございました通りです。私が事務局を担当させていただきまして、先ほどご紹介のあった、電力グループさん、それから東芝グループさん、日立グループさんの方々に対してインタビューやヒアリングなどの情報のご提供をいただくという体制で進めた次第でございます。それから調査のスコープでございますが、プラントの安全確保、それから地元の安全確保に関する対策を導くという、ここがフォーカスでございますので、技術的な側面に主眼を置くということで、今画面に投影されておりますような内容を中心に調査をしたという形でございます。主だったものは地震津波の実態、福島第一原発で発生した事実、他の原発で発生した事実関係、その違い、それから重要な機能別に電源喪失の実態、高圧冷却機能の実態、ベント機能の実態、低圧冷却機能の実態、水素爆発の実態、などなどの分析をスコープの中に入れて進めました。以上がプロジェクトの、検討のステップ並びに定義でございます。ではここから福島第一原発で何が起きたのか、その意味合いは何なのかといったことについてご説明をいたします。まず3月11日の地震津波の実態、津波地震の規模被害、原発に与えた被害の意味合いと、こういったところをまとめております。福島第一原発の概要でございますが、合計6基の原子炉を有し、約40年前に稼働した日本初期の原発の一つです。地震の起きた3月11日に稼働中の1号機、2号機、3号機、これは福島第一の中でも最も初期のものであり、海抜の立地で申し上げますと一番低い立地にございました。今画面に映されておりますのがその俯瞰図でございますが、下のところに、水色でハイライトしております通り、1号機、2号機、3号機、こちらが定格出力運転中でございまして、それぞれ昭和46年、49年、51年に運転を開始したプラントでございます。続いて原子炉格納容器の形式でございますが、福島第一原発はマーク1、マーク2という形式の格納容器を使っておりました。今画面に左からマーク1 BWR3、マーク1 BWR4、それからマーク2 BWR5 などの概略の図面ございますが、こういったプラントでございます。3月11日の金曜日14時46分に巨大地震が発生したわけでございますけれども、震度としては福島第一原発付近は6強の揺れというものでございます。また地震に伴いまして皆様ご存知の通り宮城、福島沿岸に巨大な津波が発生し、地震から約40分後の3月11日の15時27分ごろ、第一原発に第1波の津波が襲来しております。その8分後15時35分にはさらに極めて高い第2波が襲来したという事実関係です。で地震と津波の規模でございますが、今画面にございます通りともに観測史上4番目に大きい世界有数の規模でございました。マグニチュードで申し上げますと 9.0 の地震で、観測史上4番目、それから津波のマグニチュードで、見ても 9.1 ということで、観測史上4番目の巨大な地震と津波が襲ったということになります。でこの地震によってどういう被害が起きたのかということをこれからご説明いたします。地震によってインフラの液状化、破断などの被害、これが発生いたしております。で福島第一の方が福島第二よりも大きいと
いうことが言えます。これらの、インフラの液状化、そして、物や人、物資などの運搬のインフラを遮断してしまうというようなことがその後の事故の対応業務への差を作ることになっております。画面の上には3つ福島第一の被災状況の写真が載っておりますが、例えば真ん中上の写真を見ていただきますと、もう完全に道路が寸断して、本来であればバッテリーであったりケーブルであったりそういったものを運び込むべきシチュエーションで、人がまたは車が運行できないというような状態がはっきり分かります。それから右上の写真で見ますとガードレールも斜めに倒れておりますし、それから路面が左右にわたり完全に亀裂していると、あるいは破断していると、それから路面に無数のひび割れが起きていると、こういった状況がわかるかと思います。で下の2つは福島第二の被災状況でございますが、福島第二の方は第一と比べると、それでもまだ相対的な軽微であったということが言えます。続きまして津波でございますが、平成14年の土木学会の津波評価に基づいてこの福島第一第二では対策を強化しております。今回の津波はその想定を大幅に約10メートル上回るという形になってございます。特に福島第一では想定の高さの3倍弱の津波が襲来したと。今画面に福島第一と第二の設計上の津波の高さとそれから今回の津波の高さを比較したものがございますが、福島第一に関しましては海抜 5.7 メートルの想定高さまでを設計基準としておりました。で実際には 11.5 メートルから 15.5 メートルの、津波が遡上高として発生しております。したがいまして約3倍弱のまた実数で申し上げますと 5.8 メートルから 9.8 メートルの差の高さの津波が襲ったということになります。でその結果津波は福島第一原発所の海側だけではなく山側を含む全域を襲撃することになります。で最も重要な原子炉の建屋それからタービン建屋が全面的に浸水する結果となりました。津波に対する設計の余裕度が明らかに低いという形に結果論としてはなったことになります。で画面に投影されておりますのが横から断面で見た福島第一の1から4号機の、敷地高と津波のイメージです。で先ほどの通り、対策上は 5.7 メートルの高さまでの対策を防波堤ですとかそういった形で講じておりましたが、実際には15メートル以上の津波が参りましたので図にございます通りもう全面的に浸水したと。でその下のところに津波の後のさまざまな箇所の写真がございますが、海側の方ですね、一番左下の2つ、ここは冷却非常用のディーゼルエンジンを冷却するための重要なポンプがあるんですけれども、瓦礫やさまざまなものがもううわーっとなだれ込んで、もちろん後ほどございますが重要な機器も損壊するまたは流されてしまうというようなことが起きておりますけれども、こういう状態です。それからタービン建屋いわゆるその発電機を回している建屋なんですけれども、その近くでも下の右から2番目ですね、乗用車が何台か漂流している写真が写っております。これも津波で流されてきた車です。それから右下の写真は一番その山側のところなんですけれども、これちょっと見にくいかもしれませんが5メートルぐらいの高さのタンクがあるところです。でそのタンクのトップがもう完全に浸水しようとしているという写真でございます。いかにエネルギーの強いまた巨大な津波が襲ったのかということが分かると思います。次の写真ですが津波襲来の瞬間です。発電所に到達した波の立ち上がりが
ちょっとピントはぼやけてしてるかもしれませんけれども、これは高さ120メートルの排気塔です。そこに対して約半分近くまで波が上がっているところが映されております。従いまして5.6 メートルの高さというよりももう数十メートル規模で水としては駆け上がってきたという状況がはっきりと映されております。で津波の痕跡、これは航空写真なんですけれども、左上が津波の前の状態です。そして右下が津波の後です。海岸のところの植林が根こそぎ剥ぎ取られているのが映っております。それから次は福島第一の航空写真です。1号機、2号機、3号機、4号機、それから5号機、6号機とこういった形で1から4がある種塊で建設されておりまして、5と6がまた別のところにあると、こういう形です。で1、2、3号機が運転中、4、5、6号機が定期検査中という状態でございました。それから重要なデータとして、それぞれ海抜何メートルのところにプラントが立地していたのかというのを示したのがこの写真です。1号機から4号機まではこの OP4 メートルというのが海抜のことです。海抜4メートル。海側のエリアが4メートルです。それからその隣の原発の原子炉、それからタービン建屋が建っておりますエリアですね。ここで1から4号機主要建屋エリアと、これが海抜10メートル。1から4号機は海抜10メートルのところに立地していたということになります。それから画面の左にご覧いただきまして、海側のエリアは5、6号機は4メートル、そして5、6号機は海抜13メートルと。従いまして5、6号機は1から4号機よりも3メートル高い土地のところに立地していたということになります。この中でね、1、2、3、4というのを見ると、1、2、3は運転中で地震でもって緊急停止、スクラムすると。で4号機は原子炉の燃料を抜いてしまって冷却のプールの中に原子炉燃料が入ってたんで炉心の中は空っぽ、それから5、6号機は燃料が炉心の中に入っていて、そしてしたがって燃料そのものは入ってるけれども定期検査のために検査実行中だったために燃料は入ってるけれども運転はしてなかったと、したがってスクラムをした状態、つまり制御棒の入った状態になってると。燃料が入ってるのは、空っぽだったのは4、逆に今まで運転してたやつが冷却プールの中に入ってたということで、冷却プールのクーリングといいますか、その冷却を、ちゃんとしないと今までもしてたやつがそちら側に移ってるという、これが違いとしてあるわけだけども、ちょっとこの後いろいろ出てくるんで、1、2、3が運転中のやつを地震で止めたと。で4が空っぽと。冷却プールの方にそういうふうな今までもしてたやつが移されてると。で5、6は定期点検でもって止まって、しばらくテストをしているという、そういう状態。ただしこれも冷やし続けないと、ものすごい温度になってしまうという、こういう状態なんですね。はい、どうぞ続けてください。はい、ありがとうございます。では続きまして、福島第一原発の津波によりまして一体どこまで浸水したのかということを映したもの、また説明したものがこの画面です。高さ 15.5 メートルの津波によりまして、1号機から6号機と主要な施設の全域が浸水をいたしました。青く塗っているところが実際に浸水した場所でございますけれども、ご覧の通り1から4号機のあるエリアも、それから5、6号機のあるエリアも、原子炉建屋、それからタービン建屋の全周囲にわたって浸水していることが分かります。でこの中で続きまして、この赤く枠線で囲っている2箇所の接近の写真をこの後ご説明いたします。まず、この画面の右側にございます赤い枠ですね、ちょうど4号機の排気塔付近の写真をご覧いただきます。
これが津波が到来した瞬間の連続写真でございます。左上にから順番に右下に時系列で写しているわけなんですけれども、重油タンクが2基あるのが左上の写真ではご覧いただけるかと思います。高さ約 5.5 メートルです。で続いて、順を追って見てまいりますと、この 5.5 メートルの重油タンクが、津波でどんどん推進していって、下半分の真ん中の写真ではもう完全に、水面から隠れてしまって、猛烈な勢いで、水が襲っている状況が非常によくわかるかと思います。で一番最後の、左下の写真では白い車が流されて、一番その右上ではの写真をご覧いただきますと、写真の下の左の方に白と赤といくつかの乗用車があるのが見えると思うんですけれども、このうちの白い車がこの右下の写真では建物の壁のところに突っ込んでいるという状況がわかるかと思います。いかに津波の勢いがすごかったかということを物語る一面です。それからその続きなんですけれども、こういった形で、水が引いた後少し俯瞰して写してみますと、下半分の真ん中の写真、最後の写真ですが、前のページでは実際には左側にあった車数台が全て流されていて、そのうちの1台は漂流した建物の壁に突き刺さっているというような状況がわかるかと思います。それから次に5号機の東南海側の固体廃棄物貯蔵所というものがあるんですけれども、この東側の写真です。こちらは10メートルの堤防を軽々と越えて、たくさんの自動車が漂流し、巨大なタンクがほぼ飲み込まれるという状況が非常にはっきりと写っているかと思います。丸2の写真が高さ約10メートルの堤防を軽々と越えていく瞬間です。それから丸4の写真が丸3の写真に写っております大きなサージタンクですね。これが約3分の2また8割ぐらいまで浸水して、そして丸4の写真の真ん中の右側にはどこからか流されてきた車が大量に漂流しているという状況が映されております。で続きまして水が引いていく瞬間なんですけれども、丸5の写真では重油タンク、小さい方の重油タンクの2台が流されて道路側に乗り上げています。丸6の写真では一番大きな巨大なサージタンクがペットボトルを絞ったかねじったかのように周辺がよじれているという状況が映っています。以上はごく一部ではございますが、福島第一原発を襲った津波の状況がいかに巨大なものであったかということの、現場検証の側面でございます。続きまして津波の被害でございますが、設備や構造物の漂流の状況、これがどうだったのかということを簡単にご説明いたします。と申しますのも、この後原子力発電所のプラントが電源を喪失してスクラム緊急停止し全電源を喪失した後にさまざまな対策を講じる必要が出てくるわけなんですけれども、そうした時に外部から電源や電源板やまたケーブルや消防車やそういった機材を運ぶ必要がございます。また非常用の水源を取ったりする必要がございますが、そのためにはインフラがしっかりしていませんとそういった作業もできませんので、そういう意味では非常に重要な点です。で画面投影していただきたいんですが、例えば1号機の左の通路、ここは重油タンクが流されていて道路を閉鎖しています。
それから3号機4号機のタービン建屋の海側、これは大型クレーンが動かされてやはり漂流していると、そういったことが数々と起きています。これが重油タンクが漂流して道路を完全に塞いでいる図です。左上ですね。それからクレーン車が約45トンなんですけれども、瓦礫とともに建物へのアクセスを妨害していると。それから中央下の写真は流された車が配管を越えて建物の間に挟まっている写真です。でこういったことの重層が津波後の現場の人、物資、輸送、運搬、これらを極めて悪化、難航させる大きな要因となっております。それから山がどうだったのかということでございますが、浸水によってコンテナの蛇腹カバーが百数十メートルにわたって漂流し、多数のコンテナが周辺に散乱しています。この図でいきますとちょうど黄色く囲ったところなんですけれども、それから5、6号機の海側を見てみますと、敷地が高い5、6号機においても防波堤は破損し、無数のテトラポットが乗り上げて護岸の通行は不能になっているという状態でございました。それからこういった津波が山側からも侵入して1から4号機の電源系統を塩水海水漬けにし、周辺道路は液状化に加えて土砂瓦礫などの散乱が人や物資の運搬を著しく悪化難航させたということでございます。これもオイルフェンスが建物に突き刺さっている写真でございますが、地面を見ますと路面は激しく液状化し、瓦礫の散乱と合わせて昼間でも通行できる状況とは程遠いと、夜間には当然照明なしで歩けないという状態でございます。これらも同じようなその違う場所ですけれども、こういった状況であったと。それから4号機のタービン建屋の、これは中電源板があるところなんですけれども、大量に流れ込んだタイヤ、掃除機、ホース、これらのものが覆い尽くして、停電した後にバッテリーやいろんなものをつないで電源を復旧するためにつなぐ電源板がここにあるんですが、アクセスができない状況が映されております。以上の通りですね、液状化、大量の瓦礫、道路の破断など、こういったものが人や物資の運行を著しく難航させたと言えると考えております。さらに電源喪失による夜間の暗闇化、これが拍車をかけて極めて過酷な作業環境になったというふうに言えようかと思います。また最初の地震の後、これ、余震が頻発しております。余震が頻発し、作業の中断を余儀なくし、電源喪失後の原子炉の復旧作業をさらに難航させたと。これ海域で発生した主な地震の余震回数なんですけれども、赤い線が今回の地震の余震回数です。で、下の方にございますのが過去の主な地震の余震回数を示しております。例えば三陸沖の地震ですとか、十勝沖の地震ですとか、でご覧の通りいかに余震がマグニチュード5以上のものだけを拾ってあるんですけれども、多かったかということがここはっきりと言えるかと思います。で電源喪失によりまして建物の中は暗闇になり、原子炉の監視状態の監視が困難になると同時に散乱するものが現場作業の著しい障害になったというふうに言えます。で画面にいくつかのその状況が映されておりますけれども、例えば左上の写真、これは建屋の中が真っ暗になった状況です。でよく見ますと床に散乱物がたくさんあります。それから続きまして、右上の写真では電源が完全に停電しておりますので、仮設のバッテリーをつないで景気用の電源として使っている状態です。
それから下の2つですね、これは暗闇の中原子炉がスクラムしてしまいましたので、真っ暗な中ライトの明かりを頼りに指示をしたり、監視をしたりしている状況が映されております。それから作業を難航させたもう一つの理由が放射線量です。例えば1号機のタービン建屋の近辺では3月11日12日で 1.20 マイクロシーベルトパーアワー、それから0.9毎時 0.9 ミリシーベルトの線量が観測されております。こういった放射線量が作業の復旧作業の中断を余儀なくしたと。これは現場の方々のインタビューのコメントの抜粋でございますが、一つ一つ読んでいきますと、当時の現場の業務の過酷さや厳しさがストレートに伝わってまいります。例えばトーラスの、復旧作業でトーラスの上に足をかけたところ長靴がずるっと熱で溶けたですとか、それから余震で死に物狂いで走って帰ってきたですとか、それから通常であれば機材を使って接続するケーブルを人力でやったですとか、非常に過酷な環境であったことが伝わってまいります。で以上の通りですね、福島第一を襲った地震と津波、これは現場の作業環境に対して何重もの甚大な障害をもたらしております。そしてそのことがその後の炉心の損傷、それから水素爆発、こういったことへの対策行動の遅延また失敗の背景要因と言えると思います。主だったものは先ほど申し上げました通り暗闇化、これは交流直流電源の喪失によって完全に照明が途絶えて現場が暗闇になっております。それから司令塔機能の喪失、電源喪失によりまして中央制御室、いわゆる運転をする場所なんですけれども、原子炉の温度や圧力や水位、こういった重要なデータを含むほぼ全データが把握不能になりました。それから通信の不能、指揮命令の困難、人物資の移動運搬の困難、これは先ほどのインフラの液状化、瓦礫などなどですね。それから多発する余震、基準を超える放射線量などによる過酷な作業環境、それから防御服やマスク、染料なども不足しておりましたので、現場の作業をする人たちの行動量や時間を制限されたと。それから物資の寸断、孤立と、こういったことが挙げられます。以上が福島第一原発を中心に見た地震津波の実態です。続きまして福島第二原発ではどうだったのかということを簡単にご説明いたします。まず、資料を投影していただけますでしょうか。福島第二原発の概要ですが、合計4基の原子炉を有し、第一原発の約12年後の昭和57年に稼働いたしております。地震の時には4基すべてが運転中という状況でございます。俯瞰してみますとこういった形で、それから一番古い1号機が昭和57年、一番新しいもので昭和62年と、すべてのプラントが定格出力運転中という状況ですね。それから格納容器の形式は第2はここにございますマーク2型というものが搭載されておりました。津波なんですけれども、設計値は 5.2 メートルです。5.2 メートルの高さの津波に備えていたと。そこに対して 6.5 から7メートルの津波が襲来したという形でございます。第一と比べて想定差が小さい、と言えます。で、先ほどと同じようにこれが横から見た断面図でございますが、
第一と比べると津波の被害は限定的、敷地高が海抜4メートルと12メートルに福島第2の場合には分かれますが、原子炉やタービン建屋は海抜12メートルの立地にございましたので、津波の7メートルの高さに対して、標高差があったと。これが津波の被害を相対的に弱めた一つの要因です。これが航空写真です。津波の前、それから先ほどと同じように海抜ですね、4メートルと12メートルのところに海側が4メートル、それからプラントは12メートルでした。浸水の状況ですが、こういった形でございます。青いところが浸水をしたところ、それから黄色く塗っているところは津波が遡上してきて、そこから横に回り込んだ箇所でございます。この写真でいきますと、右上の角度から津波が襲来しています。そして、1号機のところに津波がぶつかって、1号機の右端を縦に通っております形で水が上って、その先に免震重要棟という、重要なコントロールセンターがあるんですけれども、ここですね。はい。この免震重要棟に遡上した津波がぶつかって重要棟の電源を喪失させております。でその後裏側に核原子炉の裏側に回り込んだと、この辺りですね、いう状況です。同じく津波の被害を見てみますと、従いまして、福島第2の津波の被害は集中的に遡上した1号機の南側と敷地高が低い海側に集中しております。これが丸1の写真が先ほどご説明いたしました遡上して上がってきている津波です。福島第一と同じようにかなり猛烈な勢いで水が上がってきていると。でそれから丸2のところですね、海側のところ、先ほど青く塗っていたエリアなんですけれども、こちらも瓦礫が散乱しています。でしかしながら3号機4号機のタービン建屋、これは海抜12メートルのところにございましたので、津波の被害はほとんどなかったということが見て取れます。南側の通路を津波が駆け上がった1号機に関しましては、原子炉付属棟の送風用の吸気口から浸水をいたしております。これが丸1の写真がその吸気口です。でここから水が入り込んで、こういった形で浸水して、大量の瓦礫浸水はいたしておりますけれども、福島第一と比べますとまだ被害は非常に軽微と言えようかと思います。で以上が福島第一と第二原発に関する地震と津波の被害の状況の概況でございます。では福島第一原発で何が起きたのか、ここをご説明いたします。まず福島第一原発では外部電源が全て地震によって喪失しております。その原因は敷地内の開閉所、それから鉄塔の損傷、敷地外の変電所の損傷の二重です。さらに津波によって一部の電源板が水没して事態はさらに悪化すると、こういう形になっています。でこれが福島第一原発での外部電源の概略図でございますが、いくつかの系統で送電線が通っているんですけれども、地震によって全て失われたという形でございます。それから全外部電源の喪失に加えまして、内部電源ですね、具体的には非常用のディーゼル発電機、それから非常用のディーゼル発電機も津波による水没で6号機の1台を残して全て喪失したという状況でございます。
で、13台こういった非常用のディーゼル発電機があったわけなんですけれども、福島第一では空冷式の1台を残して全て機能を創出しております。で特に水冷式で海側に冷却水を取るポンプなどの重要機器があったものが弱いと、その冷却系統が津波でやられたという結果となっております。この図は福島第一原発で主だった電源系統が津波の後どういう状況だったのかを一覧にしたものです。ピンクまたはオレンジで塗っているものが基本的に機能を喪失したものです。使えなくなったと。で白いところが生き残ったものです。で電源系統には先ほど申し上げました非常用の DG、これは外部電源が喪失した時にディーゼルエンジンを駆動して発電をするそういう機械なんですけれども、6号機を残してこの6号機の1台ですね、先ほどの空冷式残して全て、それからこれはいわゆる電気を接続する守護線なんですけれども、これもほぼ全て津波で機能喪失と。それからこちらも同じように電源板なんですが、例えば1号機それから3号機などは全て喪失していると。それからこちらは直流のバッテリーでございますが、これもこの3号機それから5号機6号機以外のバッテリーは全て水没でやられています。以上の状況でございまして、こういった電源の喪失が自動停止した原子炉の燃料をその後冷やし続けないといけないわけなんですけれども、冷却機能を当然これ電気で動くものがほとんどですので、確保することができないという状況に展開させたと言えます。で続きまして、電源と海水系の冷却機能こういったものの喪失が事象をどういうふうに進展させたのかということをご説明いたします。この図がですね、概略のさまざまな事象の進展の流れです。まず地震が発生いたしました。それから原子炉の地震によって原子炉が自動停止いたします。そしてその後津波が起きまして地震によって全外部電源の喪失が起きます。で地震の後に非常用の発電機が自動的に起動する形になりますが、津波がその後到来しておりますので、ここで先ほどの通り非常用の発電機も大半のものは水没すると。で全電源の喪失、そして注水機能やベント機能といったプラントの重要な機能の喪失が起きます。その後格納容器の圧力が上昇し、また当然冷却できませんので原子炉の水位が低下して燃料が露出してまいります。で燃料が露出してまいりますとその後、空だきの状況になりますので燃料の重大な損傷によって水素が大量に発生すると。で、ベント機能がございませんので水素を逃がすまたはその炉を減圧するそういった機能が、喪失いたしておりますので、その格納容器並びに圧力容器から水素や放射性物質が建物の中にあるいはその外に漏れ出て水素爆発に至ると、これが大まかな流れです。で結果的に福島第一原発では1号機から2号機3号機4号機これらがメルトダウンまたはそれに近い状況、そして2号機以外は水素爆発という状態に至ったわけなんですけれども、その時系列について
整理したのがこの画面に映した表でございます。これは1号機第1の1号機に関するものです。詳細の説明は割愛いたしますが、福島第一原発の1号機に関しては3月11日の14時46分の地震の発生から15時35分に前後に津波が襲来いたしまして、その後おそらく同日の18時46分には燃料の損傷が開始したと推定されます。でその後3月12日の15時36分には建物が水素爆発したと、こういう状況です。これで見ると今のグラフにね行って、はい、メルトダウンっていうのが、当然起こって、はい、それでここでちょっと説明する必要があるというのは炉心が非常に高い温度になってきて、燃料が被覆管、を溶けるぐらいのそういう温度になる、温度でいうと燃料が溶けるのは2300度から2500度、そういう温度でもって燃料が溶け始める。そうすると今被覆管の方も、水がずっとこう下がってくると水の蒸気とこの被覆管が触れる。で被覆管が触れるとジルコニウムの被覆管なんで、ジルカロイ2というものなんだけどジルカニウムの被覆管なんで、これが、水素とそれからジルコニウム酸化物になると。でこれで、溶融してくると次第にその、水素がどんどんその中で発生する。で炉心の溶融が起こる。で溶融したものっていうのが下の方にこう溜まってくる。溜まってきたものっていうのは2500度ぐらいになってるはずなんで、こうなってくると十分な冷却が取れないとなると今度は圧力容器、これ16センチぐらいの厚さのスチールなんだけども鉄なんだけども、それを溶かしてメルトスルーしてしまうと。でこのメルトスルーをして、炉心の外側にある格納容器の方の底の方にポトポト落っこってきちゃうと。でこういうふうなことになってくると今度は格納容器自身っていうのは2センチぐらいのその鉄板とそれからその外側にコンクリート、マンメイドロックと言われてるコンクリートがあるんだけど、そういうところに穴を開けたり、あるいはそのように高い温度になると格納容器のトーラスというこういうこのドーナツ状のものっていうのもそれだけの圧力とか温度っていうのに耐えるようにできてないんで、結局そのところのフランジとかいろいろなその完全にタイトにこうやろうとしているところがこう溶け出してしまうとか崩れてしまって、そこから今度は放射性のガス、核分裂性生物のガスとかそういうものが出てくる。当然水素もそこから出てくると、こういう状況になったわけだけど、もう一回今のそのあれを見ながら、メルトダウンがどの辺から始まって大体そのメルトするぐらいまでいったっていうのはいつぐらいのそのタイミングなのかっていうのをもう一つ前のグラフでもって言ってみてください。これですね。その次このグラフ、これでいいんじゃない？まず3月11日の15時3時半過ぎに津波が来ます。でここで電源喪失いたしまして、冷却機能を失う形になります。でその後おそらく同日の18時46分ですから約3時間ですね。ここでは冷却水が燃料棒のちょうどトップのところに来て燃料の損傷が開始したというふうに推定されます。でその後推定では数時間後にはメルトダウンが発生しメルトスルーしてでそのまま水素が大量に蓄積してこの15時36分翌日の15時36分には水素爆発が起きたと。表に出てしまった水素が建屋の中に溜まってそれが爆発をすると。水素っていうのは空気と混ざって
まあ4% を超える 4.3% を超える、そういうふうな濃度になると爆発が始まるというふうに言われてるんで、そういう大量の炉心溶油によって発生した大量の水素というものが建屋に出てくる。こういったことはメルトする、それからメルトすると一緒にその発生する、核分裂生成物というのは中にガスとか固体の核分裂生成物があって、それらが全部一緒にこう溶けて起こってきて、でガスはガスでもって水と混ざりながら、表に出てきてしまうと。水素は軽いから上からも出るだろうし、下の方からも出てしまうという、こういう状態ですよね。だからおそらくメルトダウンっていうのはこれから見るとその日のうちに始まって、つまり地震があった3月11日の日のうちにもう始まって、翌日にはメルトスルーが起こってしまってて、でだんだんとそれが溜まってきて、十分な水素が溜まった、午後3時過ぎには爆発に至るという、こういう状況、すなわち、地震発生から1日以内に完全なメルトダウンとメルトスルーと、それからそれが格納容器の方に落っこってきて、で今のようなことでもってガス漏れですね、ザーザーとガスが漏れてると、また水の方も漏れてしまうと、これが非常に汚染された水であるという、こういう状況が1日以内に起こっていると、ここは非常に重要なところだと思うんですね。政府は1ヶ月経ってもまだメルトダウン、いわゆるメルトダウンは起こってないというようなことを言ってるわけですけど、これで見る限りにおいては、1日以内に1号機、福島第一の1号機は1日以内にメルトダウン、それから完全にメルトする、そしてまた格納容器そのものの損傷、それから貫通して表に建屋に出てくるということが起こっていると。この情報を政府が知らなかったわけはなく、今回の調査でも我々がですね調べてみる限りにおいては1日以内にこういう状況になっていた。またそういう状況になってないと水素爆発は起きませんので、完全にメルトダウンをしている、そしてメルトスルーが起こっているというようなことは、把握してたはずなのに、メルトダウンがなかったと、それはしてないということを、当時の官房長官は言ってるわけですね。だからこの辺が要するに情報開示と、今のようにこう一個ずつ追っかけていくと、だいぶその国民に伝えていた情報と、それから実態、また現場は当然知ってるし、この現場の知ってることっていうのは、政府にも伝えられているというふうに考えられますので、その保安院の方が、保安院のどこかで、保安院の発表、東電の発表でメルトダウンしてないということを言ってるわけですから、どっかでこの情報というものが、少なくともテレビとか記者会見の席上では、伝えられなかったということですね。これで今のやつは非常に重要だと思いますが、非常に早い時期にこれが起こってしまっていると、福島第一の1号機ですね。だからこの後2、3、同じような状況ですけれども、数日遅れますけれども、その辺についてもちょっと解説をしていただきたいと思います。はい。では2号機のクロノロジー、時系列を見てみますと、2号機に関しましては1号機と違いまして、非常用の RCIC という高圧の炉心が高圧でも起動する冷却機能が約1日ほど機能していたというふうに推定されています。全電源を喪失していましたけれども、何らかの原因によってこの RCIC が起動していたと。従いまして地震と津波は同じタイミングで来ていますが、その後例えば3月12日には2時55分 RCIC が運転中であることを確認、こういったことが記録として残っています。でその後おそらく3月14日の夜ですね、18時前後に炉心の露出が開始いたしまして、3月14日の7時45分6分ぐらいには炉心の損傷が開始いたしまして、3月15日には当時は爆発と言われていましたけれども、調査した範囲では
プラントの下部ですね、サプレッションチェンバーという、足の部分があるんですが、そこの辺りで、重大な損傷が起きたと。従いまして、1号機が3月12日の午後に爆発しているんですが、2号機は3月15日の朝6時前後に、同じように格納容器の損傷が起きています。それから3号機に関しましてはバッテリーが残っていましたので、同じようにバッテリーが切れるまでの間、冷却機能が機能していたと言えます。具体的にはこの画面で RCIC と呼ばれるもの、それからその高圧注水系と言われる HPCI と言われるもの、こういった機能が稼働いたしておりまして、約2日半ほど冷却が継続されています。で、その後2日後の3月13日の8時から9時の間に燃料損傷の開始が推定されています。で、その後14日の11時1分に建屋の爆発が起きたというのが主だった流れです。続きまして4号機ですが、4号機も水素爆発しているわけなんですけれども、これはプラントの中の使用済み燃料プールから水素が発生したという結論にはプロジェクトでは至っておりません。流れとしては、2号機ですね、2号機とほぼ同じ3月14日の朝6時過ぎに大きな音が発生して爆発をしているという流れです。5号機6号機も資料としてはクロノロジーを整理いたしております。はい、でここでちょっとまた整理しますと、アイソレーションチェンバーというのは、全て電源が起こっても自分の発生している蒸気で、その冷却を取っていくというそういう装置なんですけども、ある意味のフェールセーフの装置で、そうなった時にこの蒸気というものを、交換器に入れて、複水器に入れて、それで蒸発をさせてその熱を取ってもらってまた戻ってくるということで、炉心を冷やしていくために、こういった非常用のものがついてるわけですね。で1号機に関してはこのアイソレーションチェンバーっていうのが、今調べてみるとほとんど機能していない、格納容器の方が、格納容器を守るためにそのバルブの方がもう閉まっちゃってると。それで表側のそのものを一生懸命開けたり閉めたりしようとしたんだけれども、そこも電源のない状態でうまくいかない、でまた正確に言うと開いてるのか閉まってるのかも確認する方法がないという状態で、当直の人は一生懸命それをなんとかそれを開けようというふうにしてるわけですけれども、実際にその蒸発した水とかそういうのから測ってみると、あまり機能していた、証拠はないということでメルトスルーが非常に早く起こってしまったと。で3号機の方が今柴田さんが言ったバッテリーが生きてたということですが、このバッテリーが生きてた理由っていうのは実は他のやつが全部水没しているのは地下にあったんだけれども、3号機だけはバッテリーの一部が、中2階に置いてあったということで水没を免れて、何時間かはそこでもってバッテリーが生きてる時間っていうのはだいたい8時間ぐらいだと思いますけれども、そのくらいの間はなんとかなったと。直流電源ですけどね、バッテリーの場合にはそういうことですね。ですから4号機の場合にはなぜ爆発したのかっていうのは実は正確には分からないけれども、燃料冷却核燃料の冷却プールの中で、まだ使用したすぐ後のものを入れてたんでかなり熱が発生してる。でここが冷却が取れなくなって水素が発生して爆発したんじゃないかと言われてましたけれども、実際にはその後ビデオカメラを突っ込んでいろいろ見てても、燃料がそういう形でもって酸化したり損傷したりということは全く見られないんで、燃料プールの方から水素が出たということは考えにくいと。
いうことで、今のところですね3号機の方で発生した、水素というものが、その表に吐き出されるというそのところの、排気筒の方は4号と3号とがつながってるんで、後ほど出てくると思いますけど、つながってるんで、そこのつながってる部分から逆に4号機の方に逆流していって、そして部屋の中に溜まってしまったと。でそれがいわゆるその燃焼温度、燃焼濃度というものになってですね、水素爆発が起こったと。つまりこれは3号機から移った水素によってなったと。でこの移ったかどうかということについても議論がありますけれども、一応そのフィルターがいくつかあるんで、そのセシウムなんかの濃度から見てこういう経路でもってガスが流れたというようなことが一応証拠としては出てきていると、こういうことですね。だから4号機の爆発っていうのは3号機の水素が流れ込んだと、いうことによって、起こったというふうに、我々もちょっと納得しにくいことではありますけれども、その他の水素の発生源っていうのは全く考えられないので、多分この説が正しいんだろうと、こういうふうに思ってます。で 3号機は爆発したと。で2号機は爆発をしたと言われてたんですけれども、つまり大きな爆発音が聞こえたと言われてるんですけれども、実際には水素爆発をしてない。で、水素爆発を今度は逆に炉心溶融は起こっちゃってますけど、2号機もね、なぜ水素爆発が起こんなかったかっていうことに関しては、1号機の爆発でもって窓が飛んでしまうと。3号機が爆発してしまって、ブローアウトパネルっていうのも飛んでしまって、窓が2つ開いちまったということで、そこから水素が逃げて結局その爆発臨界というものにならずに、2号機の場合には爆発を免れた。つまり逆に言うと水素を逃す方法っていうのがあれば、こういうことは避けられたんではないかというようなことが、以上4つの原子炉のところから見ると、言えるということですね。それから5号機と6号機については、いわゆるその空冷のディーゼル発電機というものが6号機に1つだけ生き残ったやつがあったので、こいつが稼働して冷却が保てたと。そしてこの電源を5号機の方も拝借して1個のディーゼルエンジンが1つだけ生き残ったために、それが両方とも冷却を確保して共に冷温停止まで持ち込んだということで、ここでの非常に重要なレッスンというのは、非常用電源というのはたくさんあるんですけども、一つだけでも残っていれば、極端に言えば2つ共用して止めるということもできる。でこの空冷のディーゼルエンジンというのはもともとの設計にはなかったけれども、保安院の方で、ディーゼルエンジン非常用のやつを一つの原子炉に対して二重三重に置くという指導があって、でこの最後に追加したディーゼル発電機がたまたま空冷であったと。でしたがってこの空冷のものっていうのは、海辺に並んでる水の取り組みとかそういうのが全部その破壊された後でも空気があればいけるということで、空冷のやつが一つ動いたと。この一つのために救われたと。つまりその倒れてしまってダメになったものと、それから生き残ったものとの境目っていうのは、要するにそういうふうな同じ海水から冷却を取ってる、非常用も取ってるということに対して、全然原理の違うものが一つあって、空気で冷却するという、ちょっと若干その水冷に比べると安いということですが、バカでかいものがありますんで表に置いてあると。でこれが機能して、止まったと。つまり生きるか死ぬかの境というのはこういうふうに原理の違うものがあって、それが一つだけあった時に、冷温停止までいったと。このようなことですね。もちろん5、6は、定期点検中ですから、運転中のやつを緊急停止してやったんではないんで、若干その1、2、3に比べると冷温停止に持っていくのが若干その優しかったという点はありますけれども、しかしこれといえどもですね、冷却が取れなければ当然メルトダウンまでいくわけで、そのようなことを考えると我々のその分析によれば非常に重要なことは、
その一つでもこういうものが機能していれば冷温停止までいけるということですね。これは女川とか、それから東海第二のようなところを見てもですね、いろいろと機器が壊れたり外部電源が取り込めなくなったりしてますけれども、そういう機能が一つでもあった場合には、冷温停止にいってるということで、運命を分けたのは、こういうものだということが非常にはっきり分かると思います。続けてやってください。はい。この後説明は詳細な説明は割愛いたしますが、プロジェクトでは先ほど大前さんからもお話ございました通り、福島第一原発だけではなく、福島第二原発、女川、東海第二といった全てのプラントで、地震と津波その後の事象の進展を時系列で追っています。これが福島第一の2号機ですね、そして、3号機、それぞれ問題点の抽出、それから4号機、それから同じように福島第二原発のクロノロジーと課題、これも外部電源、福島第一では 4回線のうち3回線までが外部電源が地震によって壊れています。やはり地震に対して外部電源の脆弱性というのは今回の場合福島第一だけではなく他の発電所でも起きていると言えます。電源系統の喪失の状況ですね。それから同じように非常用のディーゼル発電機福島第二の場合には12台中の3台が結果的には生き残っています。第1は 6号機の1台、先ほどございました通り、全てそれ以外は全て全滅しておりますので、こういったところでも生き残ったもの、生き残れなかったものの差がほんの少しであったことが分かります。次のページが福島第二でも同じように電源系統がそれぞれどういう状況であったのかの一覧表です。でこの画面の左の半分が第1、それから右の半分が第2ですが、色で言いますと白く生き残っているものが第2の方が第1と比べるとはるかに多いということが全体としてははっきり分かります。特にこの図でいうとね、外部電源を取り込むところがブルーで囲ってあるんですけども、ここのところが生きてたんだけども残念ながら外部電源そのものが死んでるんで、結局これはですね、もう一回それを映して、これでいうと外部電源を取り込むところっていうのが水没せずに生きてるんですけれども、これらのものがせっかく生きていたにもかかわらず外部電源が倒れているということで、残念ながらこの場合もですね、生き残ったディーゼルエンジンというものでもって冷却を取らざるを得なかったということですから、やはりこのレッスンというか教訓としてはね、外部電源が弱すぎる、地震によってこんなにたくさんの外部電源が全部倒れてしまう、変電所が倒れた場合もあるし、それから敷地内のその外部電源の装置がいくつか地震によって壊れたのもあるけれども、あまりにもこの部分というのが弱いということで、この辺については見直すときに外部電源が倒れないようにすると同時に、やっぱり外資を使ってやってるものっていうのはね、柏崎の時も非常に問題を起こしましたけど、外部電源は時は完全には失われなかったんですけども、やはり外部電源に対する信頼性が非常に少ないということと、それからディーゼルエンジンというもののものもね、3つバックアップが基本的にはあるんですけども、やはり仮に水没してなくてもディーゼルエンジンというのは必ずしも立ち上がってくれないというところがあるんでね、そのために3つあるわけですけれども、他の原子炉でも今回の女川とかそういうところでもね、ディーゼルエンジンというものの信頼性っていうのがまた少し、クエスチョンマークがついていると、このようなことが今回の調査で分かります。続けてください。資料に関しましては引き続き、福島第二原発も1号機、少し映していただけますか。それから2号機、3号機、4号機、
といわゆる時系列の事実関係を追っています。それから福島第一第二以外のいわゆる女川東海第二といった原子力発電所に関しましても、調査をいたしております。女川原発でも同じように外部電源は5回線のうち4回線が停止しています。こちら画面に映されていますのが女川原発の1号機のクロノロジー、2号機のクロノロジー、3号機のクロノロジーでございます。それから東海第二の場合には外部電源は全て同じように機能を喪失、自身で機能を喪失するという状況になっています。でこちらが東海第二のクロノロジーですね。で、ウェブサイトには詳細なものがアップされておりますが、それぞれ冷温停止に至った状況、冷温停止に至った状況などの詳細なクロノロジーがA3 の資料としてアップされておりますのでご覧いただければと思います。で皆さんは今使っている資料は全部、PDF でもってダウンロードできるようになってますんで、ちょっとこの画面では読みにくいという部分があるかもしれませんので、それをお手元資料という形でもって見ていただきたいと思います。はい。それから炉心を冷やすための冷却機能でございますが、福島第一と比べて交流電源、直流電源または海水の冷却系が部分的にでも機能した他の原発においては炉心への注水、それから冷却機能が、わずかに生き残った電源を使って正常に作動したということが言えます。ですので非常に小さな紙一重の差ではございますが、こうした電源が生き残ったことが福島第一の大事故につながったプラントとそうでない部分との差を生み出した一つの大きな要因です。以上が福島第一原発を中心に福島第二、それから女川東海第二といった原子力発電所に関する地震、津波、そしてその後の電源の喪失、各プラントで時系列で何が起きたのか、その相互関係は何なのかということのプロジェクトが調査した範囲での事実関係でございます。でこの後大前さんにバトンタッチをいたしまして、ここから得られる教訓、それから対策防止に対する考え方などなどについてご説明をいただきたいというふうに思っております。で作業としては、以上のようなことが起こった時に何があればこれを止められたのかというのが、比較的一個ずつの事象を追っていって、クロノロジーっていうのは時系列でもって調べていくということですが、そうするとこういうものがあればと止まったのにというこういうふうなことが、皆さんも資料を見ていただくと分かるんですけれども、詳細にそこから得られる教訓と、それから対策としてどういうことが必要なのかと、こういうふうなことを分析しているわけですけれども、今回の各国事故に至った非常に重要な点というのは、要するに全電源、交流もそれから直流も全電源が喪失したと。でしかもそれが長時間にわたったと、こういうことですね。でここに関してちょっと非常に重要なポイントを申し上げたいと思います。これを見ていただきたいんですけれども、原子力安全委員会の原子炉設計指針というところをこう見てみますと、長期にわたる全交流電源喪失は送電線の復旧または非常用交流電源施設の修復が期待できるので、考慮必要はないと、
こう書いてあるんですね。で今回の場合には両方ダメだったわけですね。送電線も倒れてしまっており、そして、非常用電源設備が水没してダメだと。で、電源車をたくさん持ち込んだんですけれども、外部電源を取り込む電源板も水没して使えないということで、この文章というのは設計指針ですから、メーカーにしても東京電力にしてもこの指針に沿って作ってありますと言われても、電源がない状態っていうのがいつまでも続いてしまったと、こういうことですね。でさらに畳みかけるように非常用交流電源施設の信頼度が系統構成または運用常に稼働状態にしておくことなどによって十分に高い場合においては設計上全交流電源喪失を想定しなくてもいいと。これはちょっと意味不明の文章なんですけれども、要するにそんなことって起こらないでしょうと。非常用電源施設ディーゼルエンジンが3つもあって、それから外部から電源車を持ち込んだ時にはその電源車の電源を突っ込めばいいし、それから外部電源って言ったって少なくとも5系統、第2の場合には4系統、あると。こういった外部電源って言っても1系統だけじゃなくていろんなところからこう来てるわけですね。でそういうものが、必ずバックアップがあるんだからこれは想定しなくていいですよと、こういう指針になってるんですけれども、今回の場合には以上全てが喪失されましたと。しかも短期間では治らない、電源車を持ち込んでもその電源を突っ込むことができないと。だからバッテリーなんかにその充電しようとして突っ込んでみてもバッテリーそのものが地下にあって水没していると、こういうことですよね。だからこの指針がある限りですね、今回のような状況になってしまうと、交流電源がありません。したがって冷却も取れないし、全くバルブを開けたり閉めたりもできません。それから直流電源がないんで、メーターも読めませんと、圧力も温度も分かりませんと、こういう状態ですね。だからオペレーターの人たちっていうのは自動車のバッテリーを外してそれを抱えていってバッテリーでこうやってつなぎながらメーターを読んだり、何度になってるかっていうようなことをやるというような、大変な苦労をされてるわけですけれども、このような状況が発生してます。で実はその保安院をはじめ日本の政府が IAEA に報告したリポートというものをここに書いてありますけれども、ちょっと読んでいただきたいと思いますが、日本政府のですね報告書、これは第2報というやつなんですけれども、追加報告書で9月に出ておりますが、第1の教訓グループということで、今回の事故の起因となった津波による被害は津波の発生頻度や高さの想定が不十分でありましたと。大規模な津波の襲来に対する対応が十分になされていなかったためにもたらされたものであると。でまた国の中央防災会議は今後の津波防災対策について最大クラスと頻度の高いクラスの2つを想定して津波対策に取り組むことになどを含めた基本的考え方を提言したと。原子力安全保安院は十分な再来周期を考慮した津波の発生頻度と十分な高さを想定する設計基準等について検討を開始したと。でこういうリポートが国連の方にも行っておりまして、国連はですね、福島の事故というのは、事故の可能性の想定が甘すぎたとバン・キムン総長が批判しておりまして、結局このどのような事故が起きうるかの想定が甘すぎたことだと指摘して、世界の全原発について事故の想定を見直すべきだとしているということですね。しかし、これは間違いです。今回の我々の分析によればね、事故の想定が甘かったんではなくて、事故が起こって全電源を喪失する。でそれは設計指針によって全電源喪失は考えなくてよかったと、こういうふうに書いてあるわけですが、実はどんな事故が起こっても電源を確保しなきゃいけない。同時に冷却をする、ヒートシンクというふうに言うんですけれども、水または空気で、冷却をする。その冷却源とそれから、電源、これはいかなる状況でも確保しないといけないと。
でそれが確保できない時には今回のようなメルトダウンが起こってしまうと。でメルトダウンが起こってしまうと水素が発生したり、ガスが出てくるんですけど、核分裂性のガスが出てくるんですけれども、そういうものを格納容器がスルーして、そして表に出てきてしまうと、こういうことですよね。で何を言いたいのかっていうと、今回の最大の教訓というのは、津波に対する想定が甘かったんではなくて、どんなことが起きても過酷事故は起こさない、どんなことが起きても過酷事故は起こさないという設計思想がなかった。でということは、そのヒートシンクとそれから電源というものをどんな状況でも必ず多重にかつまた原理の異なる多様な工法でもって確保しないといけないと、こういうことですね。で仮に今回のその保安院の言ってるようなですね、10メーターの想定というものが20メーター来ましたと、1000年に1回なんですと、ごめんなさいと、そこまでは想定してませんでしたと、今度は20メーターにしますというふうに言ってもですね、20メーター超えたやつが来たらどうすんのと、こういうふうになってくると基本的には誰も信じない、20メーターを超えるものが来ないということは言えない。で、皆さんは住民の説明会なんかでどういう説明が今までなされたかって言いますと、10メーターを想定してるから津波が来ても大丈夫ですよと、地震についてもこういうのを想定してますと、でそれ以上のものについては確率が非常に低いと、どんなのが来ても大丈夫ですよと、こういうふうに言ってるんですね。でしたがってそれが嘘だったということが分かったわけです。10メーターを超える20メーターが来ちゃったと。じゃあ今度20メーターにしてくださいって言われて21メーターが来ないのか、25メーターが来ないのか、いやいやそれは来ないんですよと、確率的にはほとんどないんですと言っても、ほとんどないんではダメなんですね。それが起こった時に、どうやって止めるのかということが確実に書かれてないといけないと。対策というのはそういう形でなってないとダメなんです。で起こった時には 100% ですから、確率が低いですという問題じゃなくて、起こった時には 100% どんなことがあっても冷却の電源とそれからヒートシンクですね、冷却源は確保しますと。何が起こってもですよと、それは地震が起こっても津波が来てもテロリストにやられても飛行機がぶつかっても、どんなことがあってもホットな原子炉っていうのを冷やすと。でこれはですね、今回の設計にもなかったような空冷式のディーゼルエンジンが1個あったら冷温停止まで持っていけたわけですね。ということはですね、その生死を分けたものっていうのは要するに一つの電源であると、こういうことが分かります。そんな難しいことではないと。で仮にそのヒートシンクも何にもなくてメルトスルーが起こってしまいますと水素が爆発しますが、設計思想の中にはですね、水素の爆発、メルトスルー、メルトダウン想定してませんから、水素を測る検出器、それから水素爆発を起こす時の水素を逃す装置もついてないんです。ですからこのようなものっていうのはですね、設計思想そのものが誤っていたと。確率の低いものは考えなくていいですよと、これも誤りですと。何があっても冷やすということをですね、やらなければいけないと。でこれはそんなに難しいことではないというのは6号機が示している通りであると思います。ですから私はですね、この設計思想が甘かったんではなくて間違った設計思想であり、かつまたその思想そのものがなかったと、こういうことだと思います。このような反省がないと原子炉というのは安全にならない。で今20メーター想定しましょうと言って、とんでもないこういう大きなものを作ったりですね、防御設計20やったから安全ですよって言いますけれども、そうではない。この論理はですね、簡単に、1万年に1回のものが明日起こらないという保証はないわけですから、でそういうもので35メーターが来ちゃったと言ったらまた同じミステイクをするということで、基本的にはこの設計の指導指針、ここに誤りがあったということを私は政府が認めるべきだというふうに思います。で、このようなことを考えるとですね、
今の福島第一では設計思想そのものが間違っていたよというここをですねまず監督官庁といいますか、安全委員会と原子力保安院安全保安院はこれをまず認めるべきで、ここのところをですね直さない限りは、20メーターの防波堤でね役人らしい言い方なんですよね。要するにごめんなさいとちょっとこんな厳しいことっていうのは考えてませんでしたと、設計思想がちょっと設計の想定が甘かった、事故の想定が甘かったと、今度はもうすごい厳しくやりますからって言うんだけど、そういう問題ではないと。それからもう一つその原子炉の設計で悩ましいのは格納容器神話というのがあります。格納容器というのはどういうことが起こっても放射性物質というのを表に出しませんと。で確率が非常に低い、そういうものに対してもこういう事故に対してもああいう事故に対しても原子炉っていうのは安全なように設計されてますが、ということで住民説明会に行きますと絶対安心だと安全だということを言えと、そんな確率なんか言われてもわからないということになるんですね。でしたがって基本的には、想定ができないような問題が仮に起こったとしても、格納容器というものがあって2メーターのコンクリートで、固めてあるんで、いざとなっても表には出てまいりませんと、こういうふうに言ってたんですけれども、炉心溶融が起こってしまうとそこから水素も核分裂生成物も水も全部ジャブジャブ出てきちゃうということになった。ただ炉心溶融そのものを想定してませんので、その時にメルトスルーメルトダウンメルトスルーで来て、格納容器からわーっとそういうものが出てくるっていうのを想定もともとしてないんで、格納容器神話は1日で破られてしまったわけですね。ですからわけのわかんないことが起こった時には格納容器が全て格納しますと。で例えばチェルノブイリ見てごらんなさいと、あそこの場合には運転中の原子炉っていうものが核暴走して、爆発したわけですけれども、そういうふうなことっていうのは、日本の場合にはあるいは世界の西欧ですね、欧米日本の原子炉っていうのは格納容器というもので囲ってあるんで、外には出ないんですよと言ってるんだけれども、メルトスルーしちまった時にはですねこういうものが表に出る、いとも簡単に出るということが今回分かったわけです。だから格納容器神話というのも間違いで、絶対にメルトスルーメルトダウンを起こさない、そのためにはヒートシンクと電源を確保すると、ここに帰着するんですね。ですから住民に対する説明も間違っていたということです。123号機は全てメルトダウンが起こっていると、こういうふうなことで、しかも非常に短期間で起こっているということですね。でしたがって、福島第一の場合には格納容器が最後の砦にならなかったということで、これを真摯に受け止めないといけないということです。だからメルトダウンメルトスルーが間違っても起こさない、そういうふうなことをする。で、今回ですね電源と最終ヒートシンクともにですね、実は多重設計、これが安全設計だったんですね。でどういうことかっていうと、非常用発電ディーゼル発電機というのは3つ持ちなさいと言うんだけれども、3つとも海岸に並べてると、周冷却系がぶっ飛んでしまったというのと同じ瞬間に行ってしまうということですね。だから同じ場所に設置して同じ仕様の設備で同じ電源で駆動して、それで複数のプラントを置いたから安全かっていうとこれはダメで、常用と非常用を同じところに置いて同じ理由でもって全部パーになると、そういうふうなこと、つまり多重性によっては安全が増してないということが分かります。だから、空冷1機でもって生き残った6号5号のようにですね、多重性だけではなくて多様性を持たせる、そして原理の異なるものをですね、必ず準備する。でかつそれもダメだった時には外部から持ち込む、外部から持ち込んでいけるようなそういうことを考える、ヘリコプターで持ち込んでもいいわけですけども、そのようなことがないとですね、安全とは言えない。安全思想そのもの
のが多重性によって安全を守るという考え方そのものが間違ってると。全部枕を並べて外部電源が切れて全部同じところから海水を取り込もうとして一緒に主冷却系とそれから非常用冷却系が倒れたと。ここはですねやはりその原子炉を設計する場合にはですね大いに反省をし、必ず原理の異なるものを多重かつ多様にですね用意しないといけないということですね。この辺もですね今までなんでそんなこと考えなかったのかということが悔やまれますが、現実にはこれが事故につながった最大の理由です。それからもう一つはですね原子炉に対するその電源と冷却機能ですね、それから水源といいますか、水源も海だけではなくて、淡水の、例えば貯水池とか、近隣のそういう流れてる川があれば、あるいは湖があれば、真水のそういうものをですね用意する。でしかも常用動いてる時と非常用、それから過酷用、超非常ですね、こういうふうなところをですね完全にその別な原理で安全の原理というものを作っていくということですね。でこのことを考えていくと常用非常用のところっていうのはコンピューターシミュレーションでなんとかなると思いますが、今回のような非常用プラス超非常超過酷事故というようなことになってくると、ストレステストとかそういうコンピューターのシミュレーションでは、できません。このようなものっていうのはですねやはりそういうものを想定して施設をちゃんと作ったかどうか、原理の異なるこういうものを持ったかどうかと、これが非常に重要で、多様性と多重化、このことを考えていくとですね今その行われているストレステストというのは、ヨーロッパ型のものからコンピューターでシミュレーションしていくわけですけれども、これで仮に十分耐えうるという結論が出ても、私が今申し上げたような原理そのものをですね、満たしていないもの、どんな時でも冷却を確保すると、その冷媒を駆動するための電源を確保すると、こういうふうなことがないものについてはですね、安全性というものが確保できない、少なくとも福島のこの過酷事故の反省というものが反映されているとは言えないということですね。ですからおそらく現在各プラントっていうのは私の言ってるような方向ですでに、現場の人はもう大体分かってますから、動き始めてると思いますけれども、ストレステストで大丈夫ですよと言われただけではやはりその、安心ができないということについては今回のリポートを見ていただくと分かると思います。それから津波の時に、海岸に並べたものが全部行ってしまいましたけれども、その津波を避ける方法っていうのは例えば一例ですけれども、ここにあるようにですね、シームレスパイプかなんかでですね、石油とかガスですね、LNG のガスとかそういうものを引っ張っていく時に、巨大なシームレスパイプを使うんですけれども、そういうものでもって100メーターかそのぐらいこう入れてこっち側のところに取り込み口を作るということになると、津波がバーンとこっちに当たってきてもですねこちら側までは津波は影響を受けないダンパーになりますんでね、でそういうようなところから組み上げるということをするというのも一つの方法です。もちろんその近所にもっと全然別な水源があるということが望ましいし、相当な能力を持った貯水池があるということはなお望ましいと。でさらに、それが困難な時にはですねヘリコプターその他でもってオフサイトから、電源ポンプ一式、運び込んでくると、こういうような過酷事故の場合の対策というのが必要になってくると。ですから常用非常用過酷事故用と、こういうふうなことでもって、対応を考えていく必要があると思います。それでですね
今回の場合には電源車っていうものがガーンとこう持ち込まれてるんですけれども、一説によると50何台こう駆けつけたって言いますけれども、電源板そのものがですね、ほとんど水没しているということで接続が困難ということですね。それでですね、基本的にはですね、こういうふうな場合に水没しない、あるいは水没しない高さに、そういうものを、3箇所あるわけですけども、そういうものを取るというようなことは、今では常識ですけれども、このようなものがあると。それから地震などでもって先ほど写真見ていただいたように入りにくいところもありますので、この辺についても取り込みの場所をですね、少し離れたところに置いて地下ケーブルかなんかで取り込むようにするとか、こういったような接続の困難を解決する方法というのが必要になってくると思います。で、対策としましては、例えば電源の確保ということでもって書き出してみると、ここにですね、交流電源の確保から非常用ディーゼルの確保、そういったようなものがですね、かなり出てまいります。で、この新しいものっていうのがですね、赤字で書いてありますけれども、こういったような対策というものを一個ずつ打っていかないといけないというものをレポートにはまとめてですね、大臣に提出した報告書ではですね、保安院がもうすでに考えてくれているものと、それから保安院の今の方針というか、各電力会社に出している方針の中には見当たらないものなどに分けてやってあります。それから冷却機能の確保、制御室機能の確保、弁当機能の確保などについてもですね、今回の教訓から、こういうことをしたら、より安全になってくるのではないかと、こういうことを、書き出しております。それからですね、水素爆発の防止と、それから災害対策マニュアル、などですね、このようなことについてもまとめていると。アクシデントマネージメントのマニュアルというのは非常によくできているということが今回分かったわけですけれども、さらに今のような時にですね、孫つかないように、また一覧性というのがないといけない。例えば福島、第一の場合には6基あります。柏崎刈羽の場合には7基あると、こういうところですから、福島第2で4基ですね。でこのような時に、それぞれがアクシデントモードになってくると、全部が同じ原理で動いているわけではないということがありますので、それぞれがどういう状況になって、このバルブは今開いてるのか閉まってるのか、ここの電源というのは今使えるのかどうか、ここの水源が使えるのかどうか、このポンプが動いてるのか、これ一覧性がないとですね、非常に判断がしにくくなります。でそれから限られた電源車とか限られた消防ポンプのようなね、高圧、放水車とかそういうふうなものが来た時に、まず今どこにそれを優先的に使うかっていうようなことで今回は随分と迷ったと思いますけれども、そのようなものの一覧性、瞬時にそれが分かって、今一番緊急なのはこれなんだというようなことが分かるようなものが複数原子炉を置いているところでは必要になってくるというふうに思います。それから新潟県知事の泉田さんなんですけれども、泉田さんはですね、ストレステストとかなんとか言ってるけれども、やはり福島第一の検証が必須であって、それを加味しないコンピューターシミュレーションを行っても本質的ではないというコメントをされてます。でまた議会でもですね、9月14日にそのようなことを言ってる。でこれはもう全くその通りだというふうに我々も思います。で今後の対策においてはですね、技術的な問題だけじゃなくて地元が参加して意思決定を共同でやっていけるようなそういう体制、またその地元の人もですね、過酷事故を想定する、あるいは非常用の状態を想定した訓練を一緒にやっていくというふうにしませんと、何が何だか分かんないのに10キロは避難しろとか20キロ避難しろって言われると、その瞬間に地元は犠牲者、被害者になってしまうと
いうことでですね、やはりこれは大きな問題があると思います。念のために申し上げますと、アメリカなんかの場合にはそういった NRC という安全委員会に匹敵するところがありますけれども、そこの情報に基づいて州知事が避難、いわゆるエバキュエーションというものを決定します。3マイルの時にはですね、10マイルの避難というものを妊産婦と乳児、避難してくださいと。で後の人はですね、今後より重要な、重大な問題が出るまで、避難する必要はない、自主判断してくださいと言って自主避難を呼びかけたと、こういうことになりますね。これはやはり地元がそういう判断をしていくというのが非常に重要になります。でそのために必要な情報は、アクシデントになった時にはですね、もうリアルタイムで共有して、さっき言いましたように情報を隠しておいて危ないから向こう行ってくれというふうに言われても納得できない、そういうことでですね、情報は共有する、アクシデントの状況になって、AM と言いますけどアクシデントマネジメント、そういった状況になったらですね、そこから先は、地元って言っても地元の全員じゃなくて、地元の知事さんとか、副知事さんで原子炉担当とかいう人とですね 100% 共有して、意思決定もその必要があれば一緒にやっていくという、安全最優先でリアルタイムで情報を共有するネットワークを構築し、地元が参加して、透明かつ迅速な意思決定ができるようにすると。でそのためのですね、訓練を重ねていく、安全を担保する研修訓練が必要だというようなことをリポートの中では書いております。そういったようなですね、ことで、アクシデントというものに対して、情報を完全に透明にしていくということが、今回福島の場合には透明じゃなかったわけですし、今のように調べてみれば分かる、1日でメルトダウンが起こっているのにメルトダウンしてないというようなことを国民にもマスコミにも言っていると。そしてその大本営発砲のものをマスコミもですね解説するだけということでですね、突っ込んで調べていくというようなことをしない、国民があえて心配しないようにという配慮があったのかもしれませんけれども、このようなですねやり方ではですね、せっかくのこれだけの事故およびそのデータが集まっておりますので、今後に生きてこない福島第一から何を学ぶのかということですけれども、これがですね非常に重要になってくると思います。でちなみにですね、これをちょっと見ていただきたいんですけれども、3月12日に政府は、事故はレベル4であるというふうに言ってるんですね。メルトダウンが起こっているにもかかわらず、またそれを知っているにもかかわらずレベル4であると言ってるんですね。でレベル4っていうのは、非常に軽いものなんですけれども、3マイルの事故というものがレベル5であると。それでその次にですね、チェルノブイリがレベル7というふうに言ってますが、このようなその発表をしているということですね。でしたがって4月12日にレベル7、すなわちチェルノブイリと同じだということを言ってるんですけれども、今の時系列の分析で見ていただくと分かりますけれども、4日後にはもう全て1235号機ともメルトダウンしておりまして、メルトスルーして、しかも全部表に出てきちゃってると、こういう状態でですね、メルトダウンを認めずに、かつまたレベル5ですよというようなことを言ってると。それを修正したのは4月12日であると。そこでこの枝野官房長官当時ですね発表していたことで、いわゆるメルトダウンは起きてませんというようなことを繰り返し言ってたわけですね。ですからこのようなその発表の仕方、それからそのレベルの判断、発表の時期、そしてそのメッセージというものをここにまとめてあります。これはですね、やはり
事実が明らかになるにつれてですね、大きな問題があったのではないかと。つまり政府の方に隠す意図があったということは今回の調査では分かりませんでしたけれども、少なくとも東京電力から、保安院の方にこういう情報はリアルタイムで伝えられていたと考えられますので、保安院とどっかの段階で、この情報というものが共有されてない。したがって当然のことながら枝野さんももしかしたら知らずにですね、発表していたという可能性があると思います。これは今となってはどこの段階でその情報断絶があったのかは分かりません。しかしながらですね、このようなことが許されていいはずがなくね、また首相官邸がそういうことを本当に知ってたのか知らないのかと、こういうふうなことになってきてもですね、多分、かなりの間は知らなかったんだろうというふうに推察できるいくつかの情報があります。したがってですね、どっかでこの情報というものが断絶していたということで、私はですね、当然のことながら、事故調査委員会というのが、ありますので、また今国会の中でですね、10人の民間識者を選んでこの人たちに国政調査権を与えて調べるということを言ってますので、どこでこの情報の断絶が起こっていたのかということについてはですね、今後明らかにしていただきたいというふうに思います。我々のチームではそれは分かりませんでした。それから国民へのメッセージということですけれども、これはやはりですね、1号機の3月12日の水素爆発の後の情報、13日の状況などをついてみますと、今日我々が皆さんに説明した状況が、実態として進行していたということになりますとですね、まるでですね、方向性が違ったことを言っているということですね。したがって、この辺についてもですね、大いに反省をし、なぜこんな情報断絶が起こったのかということですね。これが解明される必要があると思います。で、我々はむしろ事故そのものが、どういう形で起こり、どういうことがあればこの事故の再発が防げるのかということを中心に調べたので、情報がどこでもって断絶してたのかとか、そういうことについてはですね、事故調の方でちゃんとやっていただくということを期待したいと思います。それから先ほど一番最初にも言いましたように、原子力安全委員会の指針集というところで、安全審査指針27電源喪失に関する設計上の考慮、というのがありますね。で、これが今回の事故が起こった全てです。この交流電源の長期喪失というものを想定しなくてよろしいというこの部分ですね。それから送電線の復旧または非常用交流電源施設の修復が期待できるということですけれども、全部非常用の電源が水没し、送電線が倒れたまんま回復しないと、こういう状況が今回起こってますので、このような間違った指針、甘いというのか間違った指針というようなことですね。これについてはですね、やはりすぐに直し、かつストレステスト以上に重要なことはですね、この部分というものが確保されるようにしていくことではないかと思います。それから長期電源喪失に関してはですね、24時間以内についてはオンサイトで、つまりその原子炉の敷地内で確保しなきゃいけないというふうに思います。それからそれ以上の問題、電源喪失その他についてはオフサイトから持ち込んでくると。これはヘリコプターで持ち込むこともあるし、船で持ち込むということもあるでしょうけれども、24時間以内に原子炉の敷地の外側から持っていくと。で、複数の原子炉群がですね、いくつかのそういう共有の施設というものをある広い地域でもって共有して持っておいて、それでそれを使っていくと。全ての原子炉が1個ずつ持つというのは24時間以内のもので、それを超えるも
ものについてはこういう形をするのがいいのではないかと、こういうふうに思います。これは国によってですね、オンサイトオフサイトっていうのは24時間じゃなくて、アメリカなんかでは72時間オンサイトで持たせろというようなことを言ってるようですけれども、この辺については24時間というのは今回の事故を分析する限り一つの目安になるんではないかというふうに思います。それからですね、教育研修訓練ですけれども、福島の反省教育項目というものを盛り込む必要があります。最も過酷な環境を想定した実践演習、それから代替電源というものを持ち込む、2時間以内にプラントへ供給する、水源も、海以外のですね、水源、これをとにかく持ち込む、それから、対策行動というのは何時間以内に必ず具体的にですね、数値目標を設定して、こういうふうになった時にはこのようなことをやらなきゃいけないという訓練、それから習熟度をチェックしていく。それから基本的にはですね、電力事業者に全部任せるんではなくて、地元、国、関係機関などが共同してこの訓練をし、訓練も一緒にやって、情報の共有と同時に意思決定まで共同でやっていくということですね。で、今回の反省というのは、事故の状況というのは、その福島第一の現場対応で得た、生きた訓練というものについては世界と共有していくというようなことが必要になると思います。以上のようなですね、分析を行いましてね、これは世界中の原子炉っていうのは、ほとんど同じ設計思想になってますので、この福島で得られた教訓というのは IAEA はじめ世界の他の原子力を持っているか、これから考えるところと共有していただくと。で、実は今日本が発信している情報は間違ってまして、想定が甘かったって言ってますんで、10メーターの想定で20メーターの津波が来ちゃったと。だからこれから20メーターにするとちょっと想定が甘かったと。これが原因ですと言ってるんで、世界は安心してます。それはうちはそんな津波来ないよなと、第一地震もないよというようなところでですね、これは日本の特殊事情だとかわいそうにということで、今の日本の政府の発信している情報ですと、世界中は日本みたいなところはやっぱり厳しい想定をするのが正しいよねと。こういうふうになってますが、実はこれは違ってまして、ヨーロッパの場合には飛行機のクラッシュというようなことが、原子炉に飛行機がぶつかってくるというようなことになった時に、それでも電源と水源とこういうものを何重にも用意して冷やしきるという、こういう設計思想に変えろという必要があります。アメリカの場合にはテロリストですね。で、このテロリストっていうものが一番の過酷想定事項になりますが、その場合に何をやられても、テロリストの気がつかない、テロリストの破壊したものではないところに、ヒートシンク、冷却源と電源を確保していて、とにかくそういうふうな人に見つからない間に冷やすと、その間にテロリストを退治するという、こういうことになるわけですね。ですから何が起こってもこれをやるということにおいては、日本の場合には地震と津波なんでしょうけれども、世界の他のところでは最大過酷事故っていうのは想定が必ずしも地震や津波じゃなくて、テロリストであったり飛行機のクラッシュということになります。これはですね、今回の福島の事故でも津波が起こっても、仮にもう原子炉が水没しても冷やしきるという、この思想に原子炉の炉心設計の思想を変えていかなきゃいけないということが伝えられると、世界中がもう一度原子炉の安全というものを見直さなきゃいけないと。そんなに難しい作業ではありませんけれども、これが、非常に重要なメッセージとして、福島の教訓として世界が共有すべきものというふうに、私は思います。以上でこの報告を終わりますが、皆さんもですね、ぜひレポート全体を、見ていただいて、そしてこれをですね、
今回の福島の反省ということで見ていただくと同時にですね、今までの政府の発表あるいは皆さんの得ていた情報と比較していただきたいというふうに思います。もちろん我々のチームは限られた時間3ヶ月という時間で、この作業をやりました。全部完璧とは思いません。しかし得られた教訓は非常に重要なものがあると思いますし、また逆に言うとですね、原子炉を安全にする方法というのもですね、巧妙といいますか一筋の光が見えてくるんではないかと、このように思います。これがぜひ前向きに、かつこれからですね、日本が原子炉が全部停止してしまって、その前に進まない電力 34% なくなって、今年の夏以上のですね、電力の節電とかあるいは計画停電のようなことにならないように、長期的にはその代替可能エネルギーとかそういうのが出てくるということを期待したいと思いますけれども、しかしながらその間ですね、やはりいくつかの原子炉は以上のような条件が整えば、福島の教訓を反映したことになりますので、ぜひそういう方向で業界とか政府は、これに取り組んでいただきたいと思います。柴田さん、何か加えることがあったらぜひ加えてください。私原子力の全く予備知識のないままこのプロジェクトをやらせていただいたわけですけれども、そういう意味ではその真っ白いキャンバスでいろいろ事実なり、現場の方々の状況などを知ることになりまして、で実際にその当時報道されていたことと起こっていることの違い、こういったものには非常に大きなギャップがあるなというのを感じました。でそれと同時にこのレポートから得られるものというのは非常にたくさんのものがございますので、ぜひ日本だけにとどまらず世界的にも共有していただいて、再発防止やより安全な原子力発電所の対策防止に活用していただければと、こういうふうに考えております。ありがとうございます。この資料に関してはね、この後このテロップでも出すと思いますけれども、どこに行ったらこの資料がダウンロードできるのかということで、今ここで読み上げてもちょっと難しいと思いますので、テロップの方でもって入れたいと思います。それからYouTube ですね、YouTube にこれをアップいたします。他のところでもアップするところがあるかもしれませんけれども、今ここに書いてあるようにですね、情報をここに言っていただくと、ダウンロードできると。それから YouTube の案内とかそういうのも全部ここになってますんで、そこからはアクティブウィンドウになってますから、それをクリックしていただければ、映像その他にもあるいは資料そのものにも行くようになると。それから今日の記者会見の内容もここから、アクセスできますし、それから記者会見で配ったプレス用のリリースもここに入っております。読めるようになっております。ということでですね、皆さんもぜひですねこれらを参考にしていただきたいと思います。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。これが我々チームが3ヶ月かけてまとめた報告の全容であります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。